皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のフリーアナウンサー川島典子です。よろしくお願いします。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も前回続いてですね、山里大学の佐々木正明さんに来ていただきました。佐々木さん、よろしくお願いしよろします。くお願いします。もう前回はいろいろパラリおンピックの願いします。ことで教えていただいて、おまけにパラリンピックもオリンピックに負けず劣らず政治的って言いますか、影響が非常に強い。当たり前ですね。政治的影響のないそう国ですね。際スポーツ大会ってないですよね。考えてみればね。そこのところが日本ではメディアの間ではあまり報道されていない部分、あまりじゃないですね。全然報道されていない部分を喋っていただきました。今回は特になんて言いますか、みんなが本当は頭の中でおかしいと思いながら、すり抜けていると言いますかね。要するに、ロシアとベラルーシはウクライナに侵攻したから、オリンピックに国旗と国歌を使っちゃいけないよというふうに言われたのに、だったら、アメリカとイスラエルはイランに侵攻した。それもオリンピック休戦期間中、国連が決議したオリンピック休戦期間中に戦争を始めたと。全くはロシアとベラルーシのやったことと同じなのに、今度は制裁がないと。これは一体どういうことなんだと。誰もが普通に思うんですけれども、それはどうでしょうか、佐々木さはい、私がね、真っ先に思ったのは、ん。このオリンピックとパラリンピックの間というのが、そうですね。これ被ってるんですよ。2022年のウクライナ侵攻の時も、もう同じですね。北京にですね、プーチン大統領が行って、習近平さんと握手をして、握手して話しましたね。はい、その時に言っていたかどうかっていうのは、非常に気になるかかることなんですけいや、言ども、ってたでしょうね、多分ね、ね。や握手がね、どうります。いう意味かっていうね。やりますけどよろしくと言って、ウクライナ侵攻がもっと早く、キーウですか。キーウで、占領したい、万歳となったら、次パラリンピックが始まって、そのぐらいのつもりでやったんじゃないですか、プーチン大そうなんですよ。で統領は。すからね、これね、やっぱり電撃作戦で終わらせるというのが、トランプ大統領も言ってましたしね。3そうです週間、ね。20日間で終わらせる。もう終わってないんですよね。その前にクリミアを占領した時も、ソチのオリンピックの時の電撃作戦電で、撃作戦だったんです。オリンピックとパラリンピックの間にバッとやっち間ゃったわけ、にあったんです、これ。やったわけですね。でその前にこれグルジアはい。侵攻した時もそうですよね。グルジア北京の、侵攻の時はね、ちょっとね、これはね、北京大会の開会式の時に、はい、メドベージェフ大統領って、当時の大統領は違うかったんはい、ですけはい、はい。ども、その時に侵攻したんです。だからロシアにとっああ、てスポーツとこの軍事侵攻っていうのはどういう考え方なんだろうなと。なるほどつまりそね。の間のなんか国際社会がスポーツの祭典、平和の祭典に向いているときにう間撃をん、縫って軍事侵攻する、軍事作戦を立てるという、うもうん。平気でやるような感じだと思いますけどね。で、それを果たして真似たのかどうかはわからないですけれども、イスラエルとアメリカがイランに対して、今度ミラノ・コルチナ冬季オリンピックとパラリンピックの間に、さっさと終わらそうと思ってやったところが、これだけ長引いてしまったとはい。いう感じがしますね。そうですね。やはりイランの反撃というものをここまで見越してなかったなかった、プーチンそうですね。政権と同じような計算違いというのがあるそうですね。と思います。そうですね。そしてこのどちらもスポーツの大国でありながら、やはりうん、政治に負けてしまう。うそしてん、軍事侵攻という軍事作戦の、国家の、中枢を変えるような、もはい。のにこう左右されてしまうというのが悲しいからこの現実があるということだと思いまそうですね。すね。
これロシアのですね、浅田真央さんなんかのコーチもやったタラソワさんが、はい、そうです。ロシアとベラルーシに制裁しているのになんでイスラエルとアメリカ同じなのにダメなんだという声を上げましたけれども、これはまあ普通の感覚ではそうなりますよね。おっしゃる通ただ、りですね。この番組で、出ていただいている、方に、春日良一さんもそうだし、それから、佐々木さんの先輩の、あの、あ、田野さん、そうそう田野そう、慎介さん。そう、佐野慎介さんもそうだったんですけど、やっぱり IOC、要するにオリンピックが生まれたのはヨーロッパ中心主義、あるいは欧米中心主義というのがあって、どうしてもそっちの方に流れたんじゃないかというふうに、要するにアメリカとイスラエルを擁護する方に動いたんじゃないかという声もあるんですけど、やっぱり佐々木さんもそう思われますか？はい、これはダブルスタンダードって一言で一番言いますが、はい。これはね、ダブルスタンダードだと私も真っ先に思いますね。いかなる理は由があるにしろ、これ日本でね、あまり報じられてないんですけどい。も、まあ、日本では軍事侵略、というふうに言われていますよね、ウクライナの侵攻した。そうですね。でも彼らは自衛権の行使だということを言ってるんですね。ロシアはね。ウクライナの人たちロシア、がっていう。プーチン政権が。あ、プーチン政権そはい。のものがね、はいはい。プーチンロシアが政権は、言ってるわけですね。そう、私らは全く理解できないんですけども、はい。このままウクライナを放置しておけば、ロシアのかなり NATO が近づいてくると。うん。これは、自衛権の行使ということで、ウクライナうん。の、人たち、をはい。守るために、ウクライナはい。のロシア語話者をうん。守るために、今のネオナチ政権から守るというロジッうクを立てたんん。です。だから、これはトランプ政権がどんな理由を立ててイランをう軍事ん。作戦をイスラエルと一緒になってやったとしても、うん。それぞれの理由があるのは、プーチンもあるわけです。ですから、ロなるほど。シア側からすれば、うん。なぜ、IOC は、うん。米国の肩を持つのかと。ダブルスタンうん。ダードではないかと。きうん。つく、これは、タラソワさんだけじゃないです。政権中ああ、からもはい。同じように、批判するうん。声が出ています。それどうなんですか？ロシアの一般的な人々といいますか、はい。そういった方でもやっぱりまだまあ、プーチン政権が支持率がどうなのかよくわかんないですけども、かなり高いですけれども、はい。やっぱりなんていうんですか、ウクライナ侵攻は我々の自衛だったというふうに言うわけでしょうね、はい。多分。表向きは言うんですけども、ね。やはりこの非人道的な行為については否定的うん。な方も多いです。この戦争というものに限って言うとですね。なるほどね。だが、うちらの親父が、まずプーはい。チン大統領がですね、ロシアの国益を守るため、ロシアの空間を守るために、このうん。戦争という手段に対して打って出たうん。というこうん。とは、これは多くのその知識人、もしくはい。は経済界も賛成をしうん。ているところはあります。うん、なるですので、ほど。一枚岩でいかないというのは、やっぱ戦争を物語る一つのまだら模様と申しますか、はいはい一は部はこういうは認めるけれども、こういうことはやっぱり許せないというのが、個人でもかなり分かれてくるのがい。うん、ロシアの現状だと思いまなるすね。ほどね。はい。IOC は、まあ、国連の方に決議を委ねはい。てと言いますかね。はい。リレハンメルの東京オリンピック以来、国連決議で、国連決がありパますね。はい。ラリンピックその通りです。オリンピックの始まる1週間前から、はい。パラリンピックが終わった1週間後まで2週間後まで、その通りです。武力を使わないというのはい。を、国連決議としてやっていると。ただ、それを調べた方がおられて、あの一橋大学の名誉教授の坂上さんが、その休戦決議の間に、あの、武力紛争が一体どのぐらいあったかっていうと、各回最低でも20はあるんですね。そうでしょ多いうね。時には60ぐらいはい。あって、もう我々が知らないところはい。で、世界中ではどこかで戦争をやっていると。決してそのオリンピック休戦と言われているものが成功した試しはないんだとそのいう通りです。ふうに言えるんですけれども、これはこのオリンピック休戦についてはどう思われますか、佐々はい。まずね、こ木さんは？れは一言で言えば形骸化というのはもう言わざるを得ないですね。うん、あと、ノンバイディング、国際拘束力がない決議なんですね。そうですですので、ね。決議としても非常にランクの低い決議であって、はい。努力目標であると
いうことは、まあ、そもそも休戦協定自体がそういうものである。確かにリレハンメルの時にですね、当時はい。RC 会長が頑張ってですね、国連でうん。やったというのは確かに大きいはずです。うん。ところが、今回、IOC のこの権限のですね、はい。そうですね、威厳も低下しましたうし、そん。のスポーツに対する、そうですね、尊厳というものがかなはい。り低下してしまった。なるほど。傷つけられてしまった。はい。これは大国のエゴによってスポーツが今後も左右されていく。うん。ということを現状を見せつけてしまったという大きな負の遺産になると思いますね。そうですね。私もその、形骸化、休戦協定の形骸化と、それから今、オリンピック、IOC も傷ついた、オリンピックも傷ついたというのはい。はわかるんですけれども、ただ、ちょっと比較に引っ張り出すのは、もう悪いかもしれないんですが、あの、核兵器廃絶の運動というのがあって、そんなこと言っても廃絶できるわけないじゃないかっていう人も結構多いけれども、やっぱり言わなきゃいけないという意味において、オリンピック休戦というのは、やっぱり言い続けないといけないと。オリンピックの目的はこれなんだということは言わなきゃいけないなという、まあこれなんか春日良一さんがかなり言うことなんですけれども、私もそういうふうに思うんですが、どうですか、それは佐々木さん。はい、これはですね、やはり、我々日本人もですね、スポーツの力と、スポーツうん。がもたらす教育面での効果、そはい。して、やはりそうですね、パラリンピックなんかまさにそうなんですけども、障害を負いながらも前に向こうとする、はい。その強い精神力。これ、うん。スポーツによってですね、我々社会というのは、やはり活気だってですね、うん。前に行くという効果を我々も享受をしてますし、だからこそスうん。ポーツにうん。心が惹かれ、そして今度はワールドカップっていうのもありますし、はい。まあ、WBC で、日本は負けましたけども、そこに、はい。すごく、自分たちが心躍るっていうのもあると思います。はい。はい。で、うん。理念だけで留めていいのかと。で、はい。言い続けなきゃいけないっていうのはありますけども、やはい。はりそれを留める力に、もう一歩、もう二歩、行かなくちゃいけないんですけどうも、ん。一方でスポーツと政治は中立であるというところが、はい。IOC の理念でもありますので、どうしてもそうですね。限界は出てくるんですうね。ん。ここはね、もどかしい。そして、形骸化してしまう、うダブルスタンん。ダードであるとういうようなこん。とを招いてしまう、そのコインの裏表になってると思いますね。はい。でも、まあ、オリンピックはそれこそ生まれた時から、はい。反戦平和というのが、もうクーベルタン男爵が、そうです。フランスが、プロシア、要するに今のドイツですね、に戦争で負けた時から復讐をしちゃいけないんだと。それよりもスポーツをやろうっていうので生まれたのがオリンピックだったと。でも、そういう理念が全くないワールドカップでも、今度イランとアメリカがひょっとして対戦しそうだという大会になるかもしれない。決勝トーナメントに、それこそイランが2位通過で行ったりしたらそうなるかもしれないということがあると。そうしたらやっぱり、スポーツの持っている力っていうものがあると思うんですよね。そのあたりがどう思われてますか、それ。はい。まずですね、このことに言うと、まず、トランプ大統領は政治の力で出場させまいと働きかけてるって話が漏れ伝わってきてますよね。ありますね。はい。そうですね。一方で ね。FIFA も、これは非常に頭の痛い問題。う平和の、ん。この理念を推進する参加国開催です。これははい。いろんな壁をですね、塗り越えて うん。FIFA が編み出した一つの、経済的格差も、うん。そして、例えばメキシコと、壁がある中でも FIFA によっうん。てですね、サッカーのその輪を広げようという中で起こってしまっている。要すで、るに、国境を越えようとい国境をう動き越えようと。があるわけですよね。そうなで、んです。今度の北中米、要するにカナダ、アメリカ、メキシコ大会の次は、今度はポルトガル、モロッコ、スペインか。そういう大会になるわけですよね。だから、それは一つの、なんて言いますか、スポーツの理想を追っている姿と言えるわけですね。そうなんです。さて、それがうまく機能するかどうかということにもなってくると思うんですけれども、はい、これはね、この問題で私が取り上げていただいてすごく嬉しいんですけども、ええ、
我々ね、こう、戦争を見ながら、様々な議論をするんですけども、このスポーツの側面もですね、ぜひ取り上げて、そして我々に近い存在のスポーツが、こうやって、大きな力で、汚れてしまっているという、私、あえてそういう言葉で言いますけども、なるほど。その近いところである問題というのをまず認識しなくてはいけないのと、実際日本もですね、国際的なプレイヤーでもありますし、今度アジア大会ありますね。はい、アジア大会が愛知県でありますね。愛知県でありますね。はい。これはね、強い発信力を持って、この、休戦協定内で果たして起こったことをどう我々として発信するのか、日本政府として発信するのか、スポーツの団体がですね、発信する力というのを求められると私は思います。アジア大会ということは、当然イランもやはい、ってくるその通りです。はずですよね。はい。そのあたりをどのようになんて言いますか、おスポーツとして当たり前のスポーツイベントがきちんと行われるような、ことになるだけでも平和の、なんて言いますか、メッセージにつながると思うんですね。そのあたりですね、問題は。はい、問題はそこになると思いますね。高市政権にも、こうした問題を全面的に前から取り組んでほしいですし、アジア大会のホスト国になるわけですから、そうですね。今後ね、札幌は、ちょっと冬季五輪ダメでしたけども、今後です、はい。様々なユース大会だったりとか、はい。もしくはスポーツ国際大会、ワールドカップを開いていく、日本はリソースがありますので、はい。この平和と戦争をどう捉えるかっていうのは、スポーツ界全体のみならず、やはり日本社会全体で全面的に積極的に取り組んでいく問題だと思いますなるね。ほどね。それ、すごく面白い視点だと思いますけれども、早速再来年には、ロサンゼルスオリンピック・パラリンピックがあります。この時に開会宣言をするのは、トランプ大統領なわけなんですね。そうです果たして、ね。はい。IOC の決めた通りの、コメントを喋るのかどうか、この辺何を喋るのかわからないトランプが、何を言い出すのかななんていう心配というか興味もあるんですけれども、アメリカでやる、オリンピックに対して、果たしてイランとかがどのように対応するのか、これはどう思っておられますか？はい。これはね、イランのみならず、先ほど言ったロシア、ベラはい、ルーシ、サはい、ンクションを受けている国々も、やはりトランプ大統領のこのダブルスタンダードのようなうん、ことの姿勢をおそらく問いただす場面にもなるかもしうん、うれない。一ん、方でですね、やはりこのウクライナに対してうん、もですね、もしかしたら、もしロシアが参加するのであれば、はい、ウクライナは出ませんよ、ボイコッうトしますん、よっていうこともあり得るかもしれない。うん、で、これはですね、少し政治の世界に行きますと、ロシアというのは国際復帰するために、戦争の出口戦略を得るために2つあって、まず1はい、つは簡単にウクライナと停戦を組む。物理はい、的な戦争の、えあの、あの、終わり損害をなく方を。すっていうのがあるんですけど、はい、もう一つはですね、アメリカと二国間の関係を強くして、そしてアメリカに引うん、っ張られて国際関係、国際社会に復活するという戦略を立ててるんです。うとなりますと、プーチンん、大統領は、うん、トランプ大統領がプーチン大統領を引っ張る形で、もしかしたうん、らこれ大胆に言いますけども、うん、プーチンを来なはれと、うん、関西弁で言いましたけど、はい、はい、開はい、会式に来なさいと。はい、そして一緒に握手しようじゃないかと。うん、ということもあり得るかもしれませんね。うーで、こういったん、こともトランプはしかねない。そうなると、果たして我々はどう受け止めたらいいのかということうん。もありますし、我々の受け止めもありますけれども、ウクライナの受け止めがどうなるのかっていうこともありますね。うそのん、通りです。そうすると、先うん、ほど前日に私が伝えました、このうん。キャスの判断、スポーツはい。仲裁所の仲裁だ。判断というのはい。が、フィス、国際スキー連ス盟に対キー連盟。しては、ウクライナと、ごめんなさい、ロシアとベラルーシの、制裁継続とは認めないという判断をう下してん、おりますうん、ので、うん、今後ですね、IF、他のスポーツ連盟に対してもうん、同様の影響が出てきます。うそして今ん。予選が開かれていってますよはい、ね。はい、はい。予となると、じ選からの。ゃあロシアの国旗を祀ってヨーロッパ予選出てもいいのかといううことにもん、なっていきますのうで、こん、れはね、アジア大会のみならず、今後、オリンピック予選
というのも非常はい。にこう、いろんなところに火種が起きてくる。イランだけでそうですね。はない、このスポーツと政治とこの戦争と平和を考えるものがリアルにいろんなところで起こってくるということだと思いますね。なるほどね。分断というものが、要するにスポーツ界までどんどん及んでいくのか、あるいはスポーツ界の方からその分断をなんとか、収めるような方向に力が働くのかっていうのは、今後かなり難しいですね。難しいです。はい。そのあたりに、どはい。うなんでしょう。日本の、例えば JOC をはじめとした、スポーツ団体とかって、やっぱりもっと何かを言うべきですよね、と思うんですが、どうですはい。か？玉木さんがおっしゃる通り、本来はうん、言うべき、うん、姿勢をうん、正す、姿勢を明らかにすべきだとうん、思います。ところがやはりね、肝心絡めのですね、高市うん、政権に対しても、高市政権自体が、うん、いろんな戦略を練ってトランプはい、さんとお付き合いをしている中で、うん、果たしてアメリカ批判というのはできるのかっていうのもあると思そうですね。います。はい。でも批判しなきゃダメですよね、アメリカも。それからイスラエルに対してもって。まだ一はい。方で、そのロシアとベラルーシに対しても新しい、なんて言いますか、日本からの提案といいますか、意見という言い方はあると思うんですよあね。りますね、これは。ねえ、ということは、スポーツっていうのは、スポーツは政治と違うんだからっていうんじゃなくって、スポーツが政治を上回るように動いていくという動きをやっぱりみんなで見つけないとダメですそのね。通り、私も本当にそれはね、理想の社会だと思いまうす。ん、オリンピックは1896年、パリ、はい、からはい、始まってですね、はい。アテネから始まっアテネて、から、はい。やはりいろんなものに、動かされてきました。嵐のように、そうですね。そうですね。スペイン風邪だってもそうなんです。第一次世界大戦、はい、第二次世界大戦、その後、ミュンヘンのね、テロもあはい。りましたし、テロがあ今度は、りましたはい、ね。対韓航空機撃墜事件とか、はい、今度は、コロナ禍っていうのもありました。はい。ありはい。ましたね。様々なものを乗り越えて、差別にも乗り越えて、はい。ジェンダー問題も取り込んできて、うん、今はね、やっぱり戦争なんです、これは。そうですね。これは21世紀の歴史の中で、まさかこの大国が参加する戦争というのが、ここまで大うきくなるとはん。誰も予想できなかった。で、なるほスポーツどね。もかなり煽りを受けてます。つまり、なるほどロシアのね。選手にしてみれば、もしくは、そうですね、我々が、もし制裁下の中でいれば、はい。国際大会に出れなかったんですね。じゃあ、うそのアん。スリートにそれは責任があるのかっていうところで、このキャスの判断も働いている。なるほど。となると、今後、果たして、この大国の政治の責任を個人の選手に押し付けてもいいのかというところが大きな焦点となっなるてきますほど。し、う IOC ん。理事会が今度はどういう判断をするのか。そうですね。これもね、非常にね、難しい、うん。判断になると思いますね。それで、大国の国の責任を選手に押し付けずに、選手を守って国に影響を与えるようにするような、要するにスポーツの方が政治を上回るような動きっていうものは、これからどう作れるかっていうことですね。はい。まあ、ロサンゼルスオリンピックを前にね、IOC が、ちょっとまた、足腰がぐらぐらとなるような、セックスチェックの問題なんかも出てきましたし、出てきましたね。もうなんか、日本の、來田京子さんという、ジェンダーのことを運動されている方なんかはもう女性差別の時代に逆戻りだという原稿を書かれてますし、要するに、遺伝子レベルでチェックのね、までね、や調査をるっていうね。して、はい。男性の可能性のある人は出られなくなるというようなね。要するに、つってそれをやってたんですよね、昔はね。それをやってたのが人権問題だってやめたのに、また戻すのかっていう問題も出てきました。これがまたトランプへのもうなんかすり寄りじゃないかという原稿を私昨日書いたところなんですけれああ、そうども。なんですね。はい。ちょっと私も最後に付け加えるとですね、はい。私ね、キーウに行った時にスはい、ポーツはい。ショーを取材したんです。あ、で、はい、はい。はい、スポーツショーの前にですね、前にはい、見せてもらいましアスた。リートがね、かなり亡くなってるんです。亡くなっている戦はい、争で亡くこれ、なったアスオリリートのンピアン、
写真が全部あったですね。はそうなんでい。すよね。今年ね、2月に追悼のヘルメットといって、はい、ありましたね。はい、スケルトンの選手スがですね、ケルトンここにの選手が、つけて、はい。その写真がね、スポーツショーのところにあった写真なんです。ああ、そうですあれみんか。なね、14歳の柔道の、10歳の柔道の女の子、私取り上げたんですけども、そのええ。子も貼ってあるんですね。あとなると、あ。今度はね、果たしてオリンピック期間中の政治メッセージどうなるかっていうのも、うん。LA で問われると思います。問われますね。そうですね。東京大会の時の女子サッカーなんかでも、ブラックパワーを、にそうですね。対して、なんていうのかな、片膝をつ片く膝をね、ニーダウンというのをやはい。りましたですよね。ということで、アスリートの方からの政治的メッセージもあって当然だと。それは人権だという意見がだんだん広まってきましたですよね。その通り、外ですね、イランが出るとですね、果たしてどうなるのか。あの要するにスポーアジアツ、大会でですね、アジアはい、大会で、そうなんです。ごめんなさいね、OL はもちろんなんですけども、日本もですね、このパラリンピックも含めて、このパラアジア大会、今はい。回アジア大会も含めて愛知で行われるイランが出た場合、この政治的メッセージと問う題も出てくん。ると思いますそうですね。ね。まあ、そのあたりで日本でもね、スポーツマンは政治的な発言をなんかしないのが当たり前みたいな、変な、常空気あ識がりますよね。はい。広まってますし、その辺人間として普通に政治的なことも喋れば、いいなというようなところが、果たしてオリンピックとか国際関係、国際イベントで、今回どうなるか、もう瀬戸際までだいぶ来ましたね。これはね、このチャンネルも含めてですね、うやっぱん。りちょっと知っている、事情を知っている、背景の知っている、うん。日本ではこれ風化しちゃいけないんだよということを知っている人がいろんなチャンネルで発信していかないなと、るほど。ありが、私らもね、忘れてしまいますので、様々な問題に忘れないご愛ようにしまし注目です。ょう。はい、本当に。その通りだと思います。いや、佐々木さん、2回にわたって本当にありがとうございまありがとうございましした。た。皆さんご覧いただきましてありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。